はい、それでは皆さんこんにちは。社会保険労務士兼行政書士の、柳川和弘です。というわけで、私はですね、合同会社フラットメディア経営という、会社を、経営しているというのもあるんですが、それと並行して、社会保険労務士の事務所、フラット労務事務所というのと、行政書士事務所、フラット行政書士法務事務所というものも経営しております。ということで、総称してね、これフラットグループというふうに呼んでるんですけど、名刺にもそうやって書いてまして、市民と、それから企業の守護神というようなものを、一応経営理念としているというところで、皆さんこの、新しい、企画、この合同会社フラットメディア経営ではですね、こういった、YouTube 番組などをね、配信していきたいというのがあるんで、広告代理店というふうな形になってるんで、定款上もそうですし、実際上もそうですが、YouTube 番組を次から次と立ち上げていってですね、皆さんに有益な情報をね、お伝えできればと、いうふうに思ってるわけなんですけれども、今日のテーマでございますけれども、私はですね、ここにバッジつけさせていただいているように、社会保険労務士と、行政書士の一応ダブルライセンスという形でやらさせていただいてるんで、これがスタートはですね、今からですね、そうですね、9年前。2013年の12月の開業登録という形で、最初はですね、滋賀県の、私の地元ですけれども、滋賀県の彦根市で、開業して、それからですね、途中から大阪の社労士会の方ですね、今淀川区の方で、開業させていただいてるんですけれども、ちょっと移転したという経緯もあって、滋賀県から大阪の方に、社労士事務所を移転してきた。ということで、今、所属はですね、大阪社労士会、所属という形でやっています。で、最初、社労士を取って、丸9年経つわけなんですけれども、それから後で行政書士を取ったという経緯があるんで、ダブルライセンス、皆さん事業という、世界もいろいろ語っていきたいと思ってますし、特にこの社労士と行政書士、僕が持ってるこの2つの関連性とか、この2つのダブルライセンスを活かして、どういうふうに皆さんのね、お役に立っていけるか。っていうのを企業経営者の方にどういったサポートができるか。経営者だけではなくって、個人事業も含めて、個人の方、市民の方にどういったお役立ちができるかというのもね、このダブルライセンス、社労士と行政書士に、焦点を当ててですね、いろいろ、この動画でも語っていきたいと思っております。そういった形で、フラットなトークというね、番組を、これ第1回という形になりますけれども、やらせていただくということですけども、固い番組にせんとね、気さくな感じでやっていきたいと思うんで、今日のテーマはやはりこの社労士と、行政書士のダブルライセンスという形なんですが、行政書士試験がこの令和4年もですね、明日ですかね、11月13日に、今いよいよ開催ということで、僕の行政書士登録は令和2年の7月の登録なんで、2年ちょっと経ったというところですけれどもね、ダブルライセンスになってからは2年ちょっと、でね、今までの経緯からそのダブルライセンスになって以降の、ビジネスモデルとね、どういうふうなビジネスモデルにしていったら、効果的にこの2つの資格を活かせるのかとかね、その辺に興味のある方もぜひこの動画ね、見ていただきたいと思うんですけども、どちらを軸にするかだと思いますけれどもね、僕が最初に取ったのは社会保険労務士なんで、当然社労士が軸になっておりまして、最初にね、行政書士を取ったら行政書士が多分軸になると思うんですが、途中で軸が変わる方もいるかもしれないし、自分に合ってる事業の方が多分軸になると思うんですね。今のところ僕は社労士の方が多分軸になっていると思うので、今後の展開はちょっとわからないんですけども、これは結果論にはなるんですけど、社労士を取ってから行政書士を取ろうというふうに考えていたわけではなくて、まずは、僕の、受験歴から言うと、まず司法試験の受験があって、5回受験しましたかね。で、その後に、ロースクール制度っていうのができて、法科大学院の卒業生じゃないと、受験資格がないというふうに、なっていった。過渡期の時に受けていたので、受験資格が当然なくなっていくという、時代の過渡期でしたので、どちらか選択しないといけない。法科大学に入って、司法試験を続行するか、あと予備試験っていうのが始まるっていう時ではあったんですけど、まだその時はいつ始まるか決まってなくて、
まあ、今もうすでに始まってて、予備試験っていうのが、予備試験を受かった人は、当然、司法試験の受験資格があってね、その予備試験の突破者っていうのは非常にその本試験である司法試験の合格率も高いので、まあそういったルートも後々は用意されてるっていうのが分かってたんですけれども、やっぱりそれは数年後であるっていうのと、まあだんだんその合格者を減らしていくっていう時だったので、まあ方向転換っていう形には僕はなりましたね。で、その後にやはり、まあ司法試験の受験時代から、やはり興味があったのがこの、まあ労務関係ですよね。もしまあ司法試験に合格したら、まあ弁護士ということになるんでしょうけれども、まあ年齢から言ってね、まあ当然、まあアラサーっていうか30のちょっと手前からやってたので、28歳から、そうですね、28歳で初受験して、32歳ぐらいまでの受験時代だったので、当然その年齢からいくと、ちょっと検事とかね、裁判官っていうのは、まあできないことはない、認可されないことはないんですけども、より若い人の方を優先的に採用しているっていうのを聞いてるんで、ちょっと難しかったのかなと思いますよね。だから、やっぱり弁護士ということになっていったでしょうね。まあ受かってたらですけどね。そうすると、やっぱりその労働紛争を扱うね、労働問題を扱う弁護士というのに興味があったりとか、まあ少年事件にちょっと興味があったりとか、家庭のいわゆるいざこざですよね。まあ今 DV とかありますけど、まあ家庭内紛争みたいなところでの問題解決を専門にやるね、まあ離婚とか、それは相続とかですね、そういった一般民事的なものですね。一般民事を広く取り扱って、特に強いのはまあ少年事件とまあ労働問題というふうには考えてたんですけれども、まあその経緯から、まあ自分が受験時代ね、刑事訴訟法が得意というのもあったので、まあ刑事問題、まあすごく興味はありましたけれどもね。まあその労働問題が刑事問題に発展するっていうのはあんまないんですけども、やっぱその、まあ興味ありましたね。刑事事件、特に少年事件だけじゃなくて、やはり労働者。まあ事業で多いのはね、やっぱりその、ずっと長年勉強してきて、その難関資格ですから、長年勉強する人が多いので、その、会社員というかね、サラリーマンと並行してやる人もいるんですけど、なかなか、その難関資格の中でもですね、まあ難しい、より難しい試験になればなるほどですね、まあ、働きながら勉強していくっていうことは難しくて、特に司法試験なんかはですね、ほぼまあ専業受験生がほとんどですから、例えば司法試験とかその公認会計士とか、そうですね、司法書士とか、そういった難関資格の中でも、すごい勉強時間、その出題範囲が広い、受験科目が多いと言われている資格試験に関してはですね、まあ例えば司法試験で言ったら、まあ例えば5000時間とか、ちょっと人によりますからね、わかんないですけど、5000時間とか6000時間とか、まあかかるんですかね。あとまあ司法書士で言っても3000時間ぐらいかかるというふうにまあ言われてるんで、それ考えるとですね、1日ですね、5時間勉強してて365日で、やっと1日5時間で、その司法書士で言ったら半分ぐらいにしかならないわけですよね。びっちり勉強したとしてですけど、3000時間ではなかなかね、まあ受からないと思うんで、実際上は、5000時間、6000時間要してしまうかもしれないですよね。まあこれは個人差あるんで、そう考えるとですね、とてもじゃないですけど、まあ働きながらね、それだけの勉強時間がまあ平均的にかかると言われている試験は、とてもじゃないけど、まあ合格は難しいと。働きながらってね。そうするとまあ専業でバイトしながらとか、ちょっとまあ受験、試験の直前は、まあバイトとか全部やめて、それで試験勉強に専念するとしても、まあその間の期間っていうんですかね、ずっと1年を通して受験、その試験が例えば司法試験だったら択一がね、5月にあるんだったら、その3ヶ月前とかなったらね、2月ぐらいからもうバイトとかをやめて、まあ専業で勉強していくっていうパターンを取ったとしても、その間の期間はもうバイトぐらいにしとかないと、その要するに試験が終わってから、その受かったら次論文試験が7月にあるんで、その間もバイトとかできないじゃないですか。で、その論文試験からちょっと口述試験、まだまだちょっと10月か11月ぐらいでしたかね。当時はですけど、今のちょっと司法試験は僕は受けてないんで、ちょっとわからないですけれども、そういうふうなタイムスケジュールだったので、結局まあ口述試験まではちょっとだいぶ時間があるんで、その論文試験が終わればですね、だいぶちょっとそこからバイトに復帰したりはできると思うんですけど、要するに7月の論文試験が終わってから、その翌年、まあ落ちたらまた翌年の、論文試験まで受かって口述試験だけ落ちたら翌年口述試験だけ受けれるっていうのが、
まあ、当時のね、修士試験ではあったんですけれども、論文試験を落ちてしまうと次の年の、択一試験から受けないといけないので、要するにですね、またその期間、7月から翌年の5月まで、まあ、直前期は多分、バイトも辞めると思うんで、そうですね、7月から翌年の2月ぐらいまでは、まあ、やれるのかな、バイトね。要するに半年ぐらいはバイトする時間はあるんですよ。うまくやればね。としてもほとんどが、そうですね、直前期からずっと論文試験まで見据えると、司法試験の場合はもう半分、年間を通して半分ぐらいはもう直前期は、もうほぼバイトも何もしなくて、専念してないと、専業受験生っていう形じゃないと、もうほぼ受からないんですよ。まあ、それでも難しいんですよ。その半年間もバイトしてたんではもう何もバイトもしない、人が多いですし、まあ、当時はそのロースクールっていうのはなかったので、まあ、資格予備校に通って勉強するという方が多いので、まあ、ある程度ね、まあ、お金に余裕がないとですね、貯金を取り崩してやるか、その間は誰かの支援を受ける、まあ、親の支援を受けるとか、そうですね、まあ、お金を借りて借金をしてまでちょっとやってる人は少なかったかもしれませんけれども、まあ、そういった誰かの経済的援助を受けながらやらないと難しい試験でしたのでね、まあ、そういった観点からですね、なかなか働きながら、勉強して受かっていくっていう国家試験っていうのは難しいんですけれども、まあ、社労士とかね、行政書士は、まあ中にはですね、もうちょっとその合格までの勉強時間っていうのが、まあ少なくて済むというかですかね、その試験範囲とか、そういったものの観点からは、そうですね、まあ行政書士で1000時間、社労士で1000時間はちょっと難しいかもしれないですけど、2000時間ぐらいと考えてもですね、まあ比較的その、働きながら受験も可能な資格、まあ難関資格には変わらないんですけれども、まあ出題範囲とか、試験のボリュームからいって、まあそういう試験であると。まあ実務はね、社労士も行政書士も、まあ同じ仕様ですからね、やっぱ難しいものは難しいので、やっぱ法律を扱う以上、実務になると、どの仕様も、まあ当然こうつけがたい難易度があるので、そこからまあまたね、さらに実務の勉強しないといけないんですけど、まあ狙い目というかね、その、サラリーマンが仕事をしながら、国家資格をチャレンジしていくのに狙い目な資格ではありますよね。社労士とか行政書士はね。まあそれでもなかなか専業じゃないと受からない人もいますし、働きながら、受かっていくのもなかなか年数がかかったりね、する場合があるんで、長期戦になっていく可能性があるんで、そこはうまく、そうですね、計画を立てて、いつまでに欲しいか、っていうのをね、まあ何の目的でそれを受けてるのか、しっかりとその資格を取って独立開業まで見据えているんであれば、早く受かった方がいいわけですから、その場合はまあ、仕事しながら受かるのは、まあそこはね、もし受からなかった時の担保になってるんで、その今の、仕事がですね、その担保を残しながらやるのもいいんですけど、リスクヘッジしながら、もうその一か八かでやる場合は、僕はもう短期で受かった方が絶対いいので、専業でやった方がいいのかなという考え方もあります。それはまあ個々人の様々な個人的な事情によるので、それは交互で判断していただければと思いますけどね。で、まあこのダブルライセンス、まあ司法試験の受かったら弁護士資格をもらえるわけなんですから、まあ弁護士というのは行政書士登録もできますし、税理士登録もできますし、登録をしなくても司法書士業務ができたりとかですね、非常に裾野が広い、業務範囲が広い資格なので、まあダブルライセンスの先生もいますよ。その弁護士を取って中小企業診断士とかね。弁護士でカバーできない事業、弁護士を持っていたら行政書士とか税理士とか社労士とか登録できるんですけど、弁護士資格では登録できない事業もあるんで、その事業に関しては、まあ、あえてね、二つ目の資格として取る先生もいますけど、まあ少ないですよね。弁護士資格だけで全部、ほぼ補えるので、まあ少ないと、単独の方が多いと思います。で、社労士に関してはその一本でね、十分活躍されている先生も多いんですけれども、まあダブルライセンスの方も結構いまして、まあ社労士と行政書士っていうのは一番多いと思います。あと社労士と中小企業診断士っていうのは非常に近接性があるっていうんですかね、まあ業務の範囲が非常に近いというのと、まあ似通っているっていうのと、うまくそのシナジーを組めるっていうんですか、相乗効果を期待できる分野同士であるので、組みやすいんですよね。社労士と、要するに中小企業診断士と。で、社労士と行政書士も組みやすいと思います。あと、最も組みやすいのは僕は社労士と税理士だと思うんですけれども、この社労士と税理士のダブルライセンスももちろんいるんですけども、やはり社労士を取ってから税理士というのも、なかなかこの税理士とは実務経験がね、試験合格してから実務経験が必要だったり、
やはりどうしても、税理士を取ってから社労士取る人もおるんでしょうけども、なかなかですね、資格を取った後に一つの、資格をそのまま取っただけだったら、あと受験勉強をまた次の資格に向けてすれば、専業してやれるんだったらそれでいいんですけど、なかなかそういう人は少ないんで、一つ資格を取ると、そこを企業内で活かしたりとか、何らか活かそうという風な人間の心理は結構働くんで、やっぱり独立会議をしてみたいとか、その資格を活かしてちょっととりあえずその資格の登録して、で、実務をこなしながらやりたいっていう人が多いんで、中にはいますよ。資格だけ取っといて、社労士と行政書士も計画的にこの2つを絶対取ってから開業するんや、というふうに思ってる人は2つ取ってから、その2つの実務の勉強は実務しながらの方がいいと思いますけども、取ってからね、計画的に一気に独立開業する。2つを同時に登録してね。という人もいますけれども、多くはやっぱどっちかを先に取って、その後に2つ目の、資格を取るっていうのが多いと思いますよね。で、この社労士と行政書士のダブルライセンスは、いいところですね。比較的働きながら取れる可能性はあるんですけども、長年ね、長い時間をかかってもいいから2つ取れたらいいと思ってる人はそれでいいですけど、若い時からその2つ取って独立会議を見据えて、それで食っていくねんという方は、もう早く短期に受かった方がいいわけですから、バイトしながらでもいいですから、直前期は僕はやめた方がいいのかもしれないですけどね、2つ短期に取ってしまう。というか、まず1つ取る方がいいですね。まず2つ取るのはなかなか年数がかかっちゃうんで、言うてもね。やっぱまず1つどちらを軸にしたいかで、どちらかを先に取るってことです。僕の場合は司法試験から、移行してきたという経緯もあるので、司法試験から方向転換した時にはもう軸は、やっぱり社労士を軸にしようということで社労士を取ったわけですけれども、やっぱ労働問題というか、労働問題の紛争にはちょっと弁護士しか関われないんで、今斡旋というね、その一定程度、特定社労士という資格を取れば、もう斡旋の代理人になれたり、一定程度の労働紛争に介入できる、業務権限は特定社労士は持ってるんですが、一般的に訴訟とか、労働審判の代理人には、弁護士しかなれないので、結局労働紛争の、問題解決はやっぱり弁護士を取らないとなかなかできないわけですけれども、企業が抱えているね、いろんな諸問題ありますね。労務に関する問題とか、指導とかっていう形ですよね。そういったものは、例えば社会保険労務士が、なんて言いますかね、その、労務の、その、指導ですよね。労務関係の、例えば社会保険の手続きをやっている関係上とか、給与計算を代行している関係上、例えば、残業代の未払いにならないように、就業規則をどういうふうに規定しとくべきとか、あるいはその雇用契約書とかですね、にどういうところを網羅しておかないといけないのとかですね、その労働基準法ですね、労基法上で定められた、就業規則も必要適載事項というんですけれども、必要な項目があるので、それを漏らさないようにちゃんと就業規則を作っておきましょうと。その、就業規則がこういうふうになってるなら雇用契約書もこういうふうにしておきましょうというような、指導であったりとかアドバイス、これはできますよね。予防法務の方になっていくと思うんですけどね。そういった予防法務的な観点から、指導、経営者に対して、企業に対して指導していくというのは、例えば社労士はできるわけですから、企業と顧問契約を結んだそういった、労務関係の指導、労働法ですね。労働法の専門家であるということには間違いないと思うんで、試験科目には当然労働基準法と、労災法とかね、労働安全衛生法とか、あと社会保険の国民年金とか厚生年金の法律も勉強しますので、そういったことに詳しい専門家であるんで、社会保険料の計算とか、あと社会保険の手続きに詳しかったりとか、あと賃金関係は結構専門家として見られる場合が多いんで、退職金であるとか賞与であるとかね、そういった問題に強いので、退職金はどういうふうに積み立てていったらいいかとか、賞与の設計をどういうふうにしていったらいいかとか、賞与の支払い基準をどうしたらいいかとかね、それもやっぱり会社のルール、就業規則に基づいてやるべきことではあるので、就業規則にどういうふうに定めておいて規定化して、で実際の運用をどうしていったらいいかですね。そこにもいろいろ問題が発生するんで、こういう規定だから、こういう問題が発生するっていうのがあるんですよ。でそういったところができるんで、
深くその企業経営の労務に関わっていける資格なんですね。非常に魅力的な資格なんですね。社会保険労務士。これはいいなと思いまして、取って、いろんな企業さんと顧問契約を結んで、そういった労務関係の、当然ね、社会保険の手続きから給与計算から、指導もいろいろさせていただいている就業規則の、監修からですね、させていただいてるんですけども、それを取って、それをずっと社労士としてやっていた。その後に行政書士を取ったんですが、その後の行政書士は、今活かしているところというとね、このダブルライセンスの魅力は、その後ですね、契約書ですね。いろんな契約書あると思うんですけど、企業は雇用契約書だけではなくて、当然、取引先との契約書ですね。売買契約書とか、委任契約書とか、請負契約書と、そういったものを交わしていることが多いんで、そういった各種契約書の作成に、携われるんですよ。行政書士っていうのはね。権利義務に関する証明、権利義務に関する書類とですね、事実関係に関する書類を作れるのは行政書士なので、あと観光省に提出する書類の作成代行ですよね。それができるんで、非常にこの行政書士っていうのは業務範囲、裾野の広い資格なんで、自分が社労士だったらその契約書関係、企業が関わる契約書関係を全部作れますよね。でそういったところで行政書士もダブルライセンスとして持っていれば、いろいろ提案できるんですよ。例えば不動産会社に対して、賃貸借契約書ですね。を、作ったりとか、そういったことも、もちろんね、そういうスキルがあればね、できるという場合もありますので、いろんな問題が発生したときに、書類作成、書類という書類は全部作れるんで、書類作成に携わることができるということで、ダブルライセンスの活かし方としてはそういう、労働関係の書類だけじゃなくって、労務関係の書類だけじゃなくって、様々なその企業が関わる契約書ですね。取引先との契約書。そういったものも作れたりする。ということは、そこでいろんな提案ができたりとか、いろんな相談を受けて、それに対する作成行為のサポートができますよね。そしたら企業経営者としたら非常にありがたい、便利やなというふうに思ってもらえるんで、そこでの相乗効果あります。まずこれが大きな一つというのと、あとそうですね、助成金。厚労省管轄の雇用に関する助成金を社労士が扱えるんで、そこで企業さんの助成金を申請代行してますよね。例えば最近で言うと、このコロナ禍におきましては、一番多かったら雇用調整助成金だと思いますけれどもね。で、雇用調整助成金だけじゃなくて、有期雇用の方から、正規雇用の転換のキャリアアップとかですね。そういったポピュラーな助成金で、まず企業の申請代行、助成金でのバックアップ、サポートをやって、その延長線上に補助金っていうのもあるんですけども、これは経済産業省管轄とか中小企業庁管轄とかいろいろありますけど、こういったものができるのは行政書士。補助金の申請代行とか、補助金の提出書類の作成行為ですね。これは、管轄官庁が、厚労省ではないところの、特定の事業にしか許されていない省庁への提出行為ではない場合ですね。国税庁とか税務署への書類の提出、例えば税務申告の書類作成はこれは税理士しかできないわけでして、それ以外、裁判所への書類の提出ですね。裁判所に、提出する書類の作成とか提出代行ってのは、これはもう弁護士、あるいは一定程度認定司法書士しかもちろんできないわけですし、司法書士さんは、検察庁とかね、その裁判所への書類の提出代行とか書類の作成はできるんですけども、例えば紛争の代理人には、一定程度認定司法書士は140万以下の事件は、簡易裁判所での事件はできますけども、それ以上の、簡易裁判所じゃない地裁レベルの事件は、紛争代理になれなかったり、一定程度の、制限がかかっています。というふうにね、資格によってですね、どこまでできるかできないかっていう、資格の業裁というんですかね、業務権限のラインがありますので、それを守りながら、当然やらないといけないので、そういった観点からですね、社労士はその斡旋の代理人にはなれるんですけども、当然その紛争の代理人も今社労士法の改正でですね、その補佐人としてはね、弁護士さんと一緒に、弁護士さんが、代理人として主任で立っていて、補佐人という形では、関われるというふうになっているので、一定程度ちょっと関われるというふうにはもうなってるんですけどね。これは社会保険に関する紛争とか、労務に関する紛争に関しては、できるように
なってますので、まあ、全然できないわけではないんですけどね、その法律で許されてる範囲では、まあ、できるので、まあ、非常に社労士というのは、まあ、領域の広い資格になっていってる。業務範囲がどんどん今拡大していってるっていうのもあるんでね。で、今は年金とかね、この高齢者の、まあ、雇用に関してもね、今その定年年齢を、まあ、まあ、高年齢者雇用安定法っていうので、まあ、継続雇用で65歳まで継続雇用という規定をね、定めてくださいとか。まあ、希望があればですけどね。例えばそれが65歳か今70歳、まあ、努力義務ですけど、70歳まで定年延長を、まあ、できるだけ定年を70まで引き延ばしていただくようにお願いしますというふうになっていたりとか、非常にまあ高齢者の雇用に関しては法律の方がね、まあ努力義務もしくは一定程度の継続雇用を義務化していく流れにあるので、ある程度それはまあ年金とのまあ、まあ絡みなんですけどね、年金の支給年齢を、まあ厚生年金の方ですけどね、まあ支給年齢を引き上げていく方向性にあるんで、それとまあ要するにリンクしてるわけですね。年金をもらえる年齢まではやっぱ企業の方でできるだけ雇用してもらわないと、やはり、まあ日本の労働者って言いますか、まあ日本の国民のね、まあ老後を守れなかったり、自分のね、働く能力がなくなってきたりした後の保障、社会保障っていうのはしっかりと充実してないと、やっぱ国というか、やっぱその国民のですね、生活とか、そういったものは守れなくなるので、福祉国家っていうか、民主主義、民主国家としての役割をね、まあ、果たせなくなるというところがあるんで、だんだんそういうふうに、まあ、雇用に関してはね、非常に、まあ、高齢化していくということが予想されています。とすると、その高齢者を雇わないといけなくなるんで、企業が。どういうふうな給与設計にしていったらいいのかとか、高齢者を雇う時のいろいろ、まあそれもね、一定程度給料をもし下げるのであれば、下げた時の高齢者のその雇用保険の方からね、まあ一定の給付金が出たりするんで、そういったものをうまく活用しながら高齢者を雇用し続けるというところも、やはり雇用保険法、雇用保険実務がちょっと分かってないとね、それの手続きの説明とか手続きをしていったり、設計ですね。その定年をまあ引き延ばすとしても、まあ、継続雇用に入った段階でのその企業のね、高齢者の、まあ、雇用の設計ですね。なんかはやっぱその社労士の得意分野なんで、そういった問題が多くこれからは当然発生してきますから、当然企業は社労士っていうのを雇って、顧問社労士というのを雇ってね、いろいろ指導を受けたり、相談しながらやっていった方がやっぱりよりスムーズにいくのかなと、今後はですね、思いますので、需要は非常にこれからもますます高まると思います。で、まあ、どっちを先に取ってもいいんですけど、まあ僕はまあ、社労士を取ったというのもあるんで、社労士でまず顧問業務をこなしながらね、企業との顧問業務をこなしながら就業規則を作ったり、社会保険の手続きに精通したり、いろんな労務設計を、企業の労務設計ができるようになったら、それの付随的にですね、行政書士をその後で取ったら、契約書周りのことが、他のね、労務以外の契約書も作れたり、そうすることでだんだん企業経営の方に、タッチできるようになるんですよ、企業の。いろんな契約書も作るようになると、企業の内情がちょっと分かってきますので、この企業はこういう企業と取引してんねんなとか、そういうことも分かってくるんで、そしたらこの分野にこの企業は強い。こういうふうな事業をやってる、こういう製品を扱ってるとか、こういう業種と取引しているということが分かれば、いろんな提案の幅が広がるんですね。そしたらこういう許認可もあるなとか、あるいは新規事業でこういうことやったらおもろいなとかですね。あるいは営業先こういうところも獲得していったらもっと、まあ売上が伸びるなとかですね、事業が拡大できるなとかいうことのいろいろ発想力が膨らんでくるんで、僕はまあなかなか一個人の人を相手に商売という形じゃないですけど、まあ企業相手をメインにしていくんなら、この社労士を取って、その後に行政書士で契約書回りがたり補助金の申請代行をやっていくと、助成金だけじゃなくて、厚労省の助成金だけじゃなくて、いろんなそのものづくり補助金とか、今製造業とかがメインになりますけれども、製造業が新しい設備投資をする時の補助金ですよね。これも高額なものが多いので、何千万のものを扱えたりとか、そういうものの補助金の申請代行とかやったりとか、事業計画書を作っていったりということに携わることができるんで、行政書士持ってたらですね。で、まあ事業再構築補助金って言って、新しい新規事業を、まあコロナ禍からの、まあコロナ禍があって、そのコロナ禍からの、まあ脱却でね、まあオンラインを、
中心にやっていったりとか、ある程度その感染予防をしながら、これからっていうのはビジネスモデル考えていかないといけないんで、そうすると新規事業ってのはどうしてもやらざるを得ない時代の流れになってきたと。このコロナ禍、そしてコロナ禍からの脱却によってですね、卒業によってね。そういうので、こういう新規事業をやりたいんだけど、やっぱり資金がないというところで、一定のですね、国からの補助が出るという風になっているのは事業再構築補助金なんですけど、そのビジネスモデルを考えるのに、そういう申請代行をしていったら得意になりますよね。新規事業をこういう風にやっていったらいいとか、こういう風な設備をしていったらいいとかっていうことが、その実務をやりながら勉強にもなりますし、その申請件数をね、どんどん増やしていけば、その成功事例も出てくるんで、こういう風な事業計画をして、こういう風な取り組みをやっていったら、補助金も降りて、ちゃんとその補助金が降りた後もね、しっかりと利益が上がってるかっていうのをちゃんと見ないといけないんで、経営コンサルの方にだんだんなっていくとは思うんですけども、そういうコンサル業務もできるようになってきますんでね。ダブルライセンスの活かし方としては、様々ありますけど、僕はこれはかなり有益な活かし方になってくるのかなと思いますけれども、だからそこだけに強くなればいいので、補助金に強い事業計画書の作り方とかね、そういうこともできるようになって、あと融資のこともね、やっぱり企業の資金繰りにも目を配っていかないといけないんで、融資の申請代行をやったりとかっていうのも行政書士ができるんで、例えば日本政策金融公庫のやつとかね、創業時は日本政策金融公庫はいいと思いますけども、そういうものの融資に強くなると、資金繰り面のサポートができます。企業のお金回りのサポート、そして創業時の資金繰りのサポートから、そして、軌道に乗るまでの資金繰りもそうですし、社労士を持っていた労働者を雇った時の労務関係の設計までできるじゃないですか。社会保険の手続きから、給与の設計から、それから就業規則の作り方とかね。そういったもの。あといろんなその国のね、クルミンマークとかありますよね。その両立支援っていうか、今、育児休業と、その仕事との両立を図っていくということを結構社会的に求められるようになってきてるんで、企業が。そうすると育児休業を促進するためのいろんな規定を作っていったりとか、いろいろその労働者にね、促すための、育児休業の促進のためのいろんな取り組みをしていくと、いろんな特典がついていったりとか、いろんな助成金がもらえたりするんで、そういったことにも強いとですね、これから企業は、どういうふうに労働者と向き合っていかなあかんか。今、社会的なニーズはどこにあるか。どういう企業が好まれ、どういう企業どういう労働環境の企業が働きやすいか。いい人が集まってくるかっていうところに強いんですよね。どういう環境にしていかなあかんか。今、法律の流れがどうなっていて、育児介護休業法っていうのがあるんですが、育児休業とか介護休業をどういうふうに取らなきゃいけないのか。法律が今どうなってるのか。どういうことを企業は気をつけないといけないのか。そういうことに社労士は長けているので、非常に企業経営者にとっては力強いね、味方。頼りがいのある専門家というふうに実務をこなしていく上で信頼関係を勝ち取っていけば、いろんな相談が来ます。ね、だんだんとそういうふうにやっていくと経営コンサルタントみたいになってくるんで、ぜひ私はね、この社労士と行政書士のダブルライセンスお勧めしてるんですけど、さあ、今年の行政書士試験、見事突破されて、社労士を持ってる方も受験してるでしょうし、まず行政書士を取ってからという方もいらっしゃると思うんで、ぜひ、この社労士と行政書士のダブルライセンスで、またね、行政書士を軸にしていく場合の社労士のダブルライセンスの活かし方もね、この動画でやっていきたいと思うんで、とりあえずは、まず社労士を軸にして、行政書士を取った場合のダブルライセンスの活かし方についてお送りをしました。皆さんね、これを参考にしていただければと思います。さあ、ぜひ、この、合同会社フラットメディア経営主催のですね、フラットなトーク、チャンネル登録の方一つよろしくお願いします。それでは、さよなら。